さすがはトゥインクルウィッシュ。他の冒険者とはレベルが違うようだね。これって分身か。ナネカさんみたいな。いや、忍法だよ。忍法？じゃあこの人って忍者なの？いや、ただの忍びがこんな場所にいるはずがない。ましてやジオ・ニブルヘルの住人というわけでもないようだし、聞くところによるとあっち側では彼やセブンクラウンズたちはある組織に付け狙われているとのことだけど。当然こちらの素性は心当たりがあるか。改めて自己紹介をしておこう。私は新設ギルドウォーロックのグルーヌイさん、クエスト結果の査定終わりましたよ。いやー、ずいぶん急いでくれたみたいで助かるよ。たくさん持ち込んでしまってすまないね。いえいえ、こちらこそ難しいクエストをたくさん解決してくれてありがとうございます。でもすごいですね。ワイバーンの群れの討伐に和田摘みの砦の攻略とか、ベテラン冒険者のパーティーでも苦戦間違いなしのクエストをお一人で完璧にこなしちゃうなんて。メルシボク、昔取った絹塚というものさ。それにこれから先魔物などよりよほど手強い連中を相手しなくてはだからね。勘を取り戻すことができてよかったよ。何せ約半年ぶりのダイブなものでね。ああ、こちらの話だよ。すまないがそろそろ人と落ち合う時間なのでね。この辺で失礼させてもらおうかな。いえいえ、クエストお疲れ様でした。これからもぜひよろしくお願いします。ああ、そうだね。グルーヌイ上級捜査官。いやあ、ロランド、初めてのクエストはうまくいったかな？うっす。言われた通りターゲットの山賊どもを50人ばかりのしてきましたが、あいつら全員プレイヤーではないんですよね。殴った感触はどうしてもその NPC、 もちろんノンプレイヤーキャラクターだとも判別できるよう、そのメットに特殊なことと魔法をかけておいただろう。まだヌーボーの君が事故を起こしてしまわないように、ただでさえ君のスペックに負けないよう調整した改造アバターだ。時間のないところすまないが、早く慣れてもらわなくてはな。うっす。善処します。ですが、そんなのんびりしてて本当にいいんすか？俺らがこうしてる間にも、あっちじゃログアウトできたはずのプレイヤーたちが再び。ローランド、焦る気持ちはわかるがな。局長。ブリーフィングで言った通り、今回の任務は重要度は高いがリスクも高い。片道切符になるかもしれんのだ。迂闊な数合わせは連れてこれん。故に潜入任務であらかじめ現地の言葉や風習を下調べするように。まずは我々もこの世界のルールに馴染むところから始めなくてはならん。ああ、ルールといえばロランド、時間の心配はさほどいらないよ。フェイスレスがすでに動いてくれているし、何より認識時間が違う。懲役前バージョン1の世界ではこちらの1日があちらの8時間程度だったが、現在ではさらに何倍も加速しているようだからね。苦
サーの優位をコアとしたバージョン2の状態よりは遅くなっているが。うっす。けどそんな差があって脳みそは混乱したりしないんですか？頭蓋骨の内側の耐久性は鍛え方を知らないんですが。多少は問題ないと思う。生き物というのはなかなかに柔軟でしぶといものだからね。メモリーロス、忘れることで自身を守る現象もままある話だ。ああ、もちろん懲役以降の全てのログを保持させられたのなら発狂もあり得るが。確かに今回の任務に明確なタイムリミットはない。だがいくらでも時間をかけられるというわけでもない。セブンクラウンズたちの何人かはすでにダイブしているし、あちらの問題もある。しかし最上位プレイヤーだったグルーヌイはともかく、俺とロランドの離れと上達は必要不可欠だ。この任務を成功させるためには、いや今は任務ではなくクエストというべきか。業に従うのなら。上達をレベルアップというならより良いかと。レベリングは順調ですかな局長。ほぼ初期レベルの初期装備でソルの塔にソロで挑むなど無謀の極みに思えましたが。何、序盤こそ苦戦はしたが頂上まで問題なくたどり着けたよ。あちらで鍛えた運動反射や体さばき、動体視力をそのまま持ち込めるのがこのゲームのいいところだ。それに武器などその場で現地調達すればいい。はあ、宝箱を開けるのは少しばかり愉快だったかな。一体どこの誰がご丁寧に武具を迷宮の箱にしまうというのか。そんなことも疑問に思わないこの世界の者たちがどのような認識の修正を受けているのか。楽しんでいただけているようで何より。しかしその様子ですとレベリング以外の目的、ミネルヴァの確保は空振りに終わってしまったようですな。ああ、残念ながら行方をたどれる手がかりもない。となるとやはりまずはフェイスレスの報告にあったプレイヤーの魂を格納するという施設へ直接向かう必要があるな。うっす。ロストしたプレイヤーの救出は最優先の任務、クエストですからね。そうだな。おそらくユスティアナ元王女らも同様の目的で動いているだろうが、協力し合えるとは思わないことだよロランド。何せ彼女らの背後にはセブンクラウンズたちが糸を引いているのだから。分かってます。おかげで何度も煮え湯を飲まされましたから。特にこちらでは連中に一日の長がある。華奢な見た目でもどんな技能を持っているかわからん。それにグルーヌイの言った通り、より骨が折れるのは王女たちの後のセブンクラウンズの捕獲だ。たとえ遠回りでも準備を怠るなどもってのほかだろう。やれやれ、まったく長老も余計なことをしてくれたものですな。あちらでことが済んでいれば久しぶりのレジェンド・オブ・アストルムを素直に心置きなく楽しむことができたというのに。長老もですが、それを言うなら自分はビジョンズ・エンプレスの方が許しがたいですが。セブンクラウンズどもが互いに蹴落とし合ってくれるなら願ってもない話だ。我々は遠慮なくその隙をつかせてもらうとしよう。正義のためにですな。ではそろそろ冒険へ繰り出すことにしましょうか。かつてのレジェンド・オブ・アストルムでは踏み入ることのできなかった特殊エリアの数々、実に興味をそそられる。
目的の施設のある場所は廃棄データの世界とのことだが、名は何と言ったかな。リージョン名称ニブルヘル。古エッダの周辺暗い国から名前を取った冥府のごときエリアだそうですよ。冥府の底というには風情に欠ける場所だ。そう思わないか、お前たちも。あなたは？ユースティアナ王女は一緒ではないようだな。フェイスレスなやつもただではやられなかったということか。おう、それなりの勘目の御人と見受けるが、名乗りの作法は知らねえのかい？ああ、失礼。俺はウォーロックのギルドマスター、ヤトガミという。こちらの流儀で名乗るならばな。モサクジアキラのプリンセスナイトとは初対面になるな。あちらでは部下たちが世話になった。ギルドマスター、つまりこの人物が騎士しらの敵の元締めですか？鎧の男も怪物じみていましたが、なるほど、迫力がありますね。仁義暗がとよ、八戸神さんよ。俺は鬼のさつきってもんだ。よろしくな。でもってこんな地べたの底の底で当選ボタどういう了見だい？立ち入り禁止の札でもなきゃ入るなっつうのがわかんねえわけでもあるめえに。やれやれ、口数を費やさなくてはわからないわけでもあるまいに。まあいい。グルーヌイ、俺の部下曰く、このすぐ先に鎮座する巨大なモノリスこそジオ・ニブルヘルのシステムを司る礎とのことだが、プロテクトが強固で解放に難儀しているそうでな。随分とまあ詳しいじゃねえか。そしてもう一人の部下フェイスレスからは、そちらの姫君が封印の鍵を手にしたという報告も受けている。ゆえに渡してもらおうか、黒曜宮の鍵とやらを。ウォーロックの八戸神様、あなた様も騎士様たちと同じくランドソルという場所から参られた来訪者と拝察いたしますが、目的の方も騎士様たちと同じなのでしょうか？帰れなくなったあまたの人々の魂を助け出したいと。もちろんだ。さもなくばこんな最果ての地まで降りたりはせんよ。ああ、そちらが矛を収めるつもりなら交渉はやぶさかではないとも。あちらでの今後も極力の便宜を取り計らおう。器物破損、公務執行妨害の数々を全て不問にすることは難しいが、国選でよければ弁護士も紹介してやる。いいだろう。最も厄介なトゥインクルウィッシュとはすでに交戦中のようだが、直ちに手を止めさせるとも。そちらの姫君はいかがか？世界を代表するものならば無駄な争いの道は避けて通るべきではないかな。
八戸神氏、少々お待ちを。グレイス。あなたに鍵の件を報告した部下とやらは、我々の城に潜入したフレイヤという女性ですね。ああ、こちらではそう名乗っているそうだな。ならば私たちは彼女の身柄の引き渡しを要求します。フレイヤは私と姫を暗殺し、臣下たちに虚言を吹き込んで内紛を起こさせ、賓客であるペコリーヌ姫たちも深く傷つけられました。ここまでされてしまったら全て不問にすることは難しいわ。命を取るとまでは言わないけれど、しばらくコキュートスでかき氷でも食べていてもらおうかしら。独断専行だったとはいえ、部下の不始末は俺の不始末も同然だが、それでも彼女の身柄を求めるというのなら、そちらの少年と交換といこうか。騎士様を。人質の交換と見るなら妥当なところではないかな。この場の人間で最も価値があるのは当然ながらそちらの姫君だが。渡すはずがないでしょう。オキアミでクジラを釣られるようなものです。無論のこと、お前がセブンクラウンズらに大きく関与する人物だからだ。悪いがこれ以上譲歩はできないぞ。騎士氏。騎士様。待ちな、騎士公。じゃねえよ。面合わせたばっかのやつの話を頭っから信じ込むんじゃねえ。フレイヤの親玉だっつんならなおさらだ。ほう。ではどうすれば信じてもらえると？茶飲み話でもすればいいのかな？刃物みてえなさっき飛ばしといて何言ってやがる。鼻っからてめえそのつもりだろう。姫、少し下がった方がいいわ。騎士氏も。やれ。その細腕で俺の部下に被験する合力とは驚きだな。物理法則にとらわれてはいけないと痛感する。褒めてる場合かよ。てめえマスラオぶりは側だけか。立ち筋はジョーのジョーだが他はてんでじゃねえか。ああ、ではもう一手。おい、さっきとは別物じゃねえか。手抜いてたってのか？いや、ただ動きを修正させてもらった。修正？何せこの体になってまだ5日程度なものでな。最初は魔力とやらの存在すら感じられなかったが。危ない、騎士氏。お礼はつけで。ですが影の刃、かまいたちみてえなもんか。幼い頃
棒切れで遠くのものを切断したり、手から気功を放つことに憧れたものだが、こんな形で実践が叶うとはな。人たち飛ばすごとに精度も威力も段違いに増してきやがる。こいつは。さつき、手を貸すわ。シャシャンなグレコって言いてえとこだ。相手は一瞬ごとに実力を上げている。しかも上限がまるで見えないとなれば、速攻が鉄板。騎士お願いします。私たちの強化と、それと姫のおもりを。グレイス、無理しないで。この主任衝撃波早っ。シェフィーさん、危ない。ミアさん、シェフィー様。大丈夫です。盾がへこんじゃいましたけど。こっちも大丈夫。本当にとてつもないわね、あの人。はい、まさに合力無双、難攻不落。海湾から繰り出される聖剣をまともに受ければミジン骨牌は必定です。力も頑丈さも見た目以上って感じですね。私の武器じゃあの鎧を壊せそうにないです。攻撃魔法聞かず無念。私の霊気もまるで通じないみたいだし、ただの鎧じゃなさそうね。あんなに着込んでるのに動きだって全然遅くないし。ですが兄様たちもきっと苦境に立たされているはず。ペコリーヌ様たちがいらっしゃらない分、私たちが臥薪嘗胆、不撓不屈の心根で励まなくては。みんな助けるよ。そうですね。攻めも守りも完璧って感じの相手ですけど、なんとか勝機を見出さなくっちゃ。いい目つきをする。子供だからと甘く見てはならないと自戒せねば。だが怪我をする前に降参しろ。お前たちに勝ち目はない。そんなのやってみなくちゃわからないわ。悪いがな、上司曰くこの体は限界ギリギリの改造品ってやつらしい。鍛えてない人間じゃまともに歩くこともできんほどのな。そんなもんを使って叩きのめしてもこちらだけズルをしているようで気がとがめる。かりそめの体だって痛みは本物と変わらないらしいしな。やはりこの方も現実の認識が。そうみたいね。それに特殊なアバターが卑怯だって言うのなら、条件はこっちも同じです。改造人間。ええ、アルターメイデンの子たちも私も
以前のエリスさんが改造したアバターっていうのは変わらないもの。はい。そしてその力を使って私たちはあまたの方々に本物の痛みを与えたのですから、この程度で音を上げるわけには参りません。ああ、まったくやりにくい連中だ。仕方ない。多少の怪我は覚悟してもらうとして頼むからくたばってくれるなよ。忍法カトンの術、水遁の術、土遁の術。迷宮に救う魔物たちを刺激しているのか。触手がうねうね。でもいくらたくさん敵がいたってこんな触手や魔物なんかで私たちは止められないよ。そりゃそりゃそりゃ。雷遁の術、木遁の術、風遁の術。ウォーロックのグルーヌイ、貴様に一つ言っておく。トンとは遁走、つまり逃げるという意味の漢字だ。攻撃を表す単語じゃない。グロリアス・テンペスト。ほほう、危ない危ない。ゲームオーバーかと思ったよ。また分身。いや、つくづく凄まじい。魔物も触手も一回の冒険者なら束でかかってもかなわない性能の駒を揃えたつもりだったが、むしろ藁のようになぎ倒されるとは。特にプリンセスフォームだったかな。私の知るレジェンド・オブ・アストルムにはなかった追加要素だ。どうやら超 AI 経由の権限拡大によってプリンセスナイトの能力である強化をさらに高め、加えてグラの機能が一部コピーされたもののようだが、考える暇は与えない。畳みかけるよ、日和、ゆい。おっとっと、セフリポ。そこ。やれやれ、経験も厚く判断力も素晴らしい。さらにはリーグでアンのトップチームよりも連携が取れている。このままではジリープアというやつだな。まだやる。降参してくれてもいいんだよ。魅力的な提案だが、丁重にお断りさせていただこう。上からの指示がなければ撤退もままならないのは社会人の辛いところだ。ついでにこれでもゲーマーの端くれなものでね、わずかでも逆転の目がある限り簡単にサレンダーなどしたくはないな。そうか、ならばこのまま押し切らせてもらう。ではこちらもプリンセスホーム攻略といこ決めます。グレイテストスラスト。
六角納骨引きだっこ。あんがとよ騎士公、てめえの強化ってのは悪くなかったぜ。さつきまだ。いらねえもんをもらっちまった。てか今のは肝が冷えた。いや、比喩ではなく本当に肝が潰れたぞ。まったく。てめえどうなってやがる。ゾンビみてえに再生しやがって。ゾンビとは少し違うようですが。ファストリジネとかいう昔の部下が残した置き土産だ。こいつもまた使うのは初めての術だが。いい年をしてバリバリ成長期な上にめきめき新陳代謝も活発と羨ましいですね。まあ私は代謝とかしませんが死んでるので。ファストリジネ、便利な術だがそう何度も使えんな。体に相応の負担がかかる。やはり俺もいい年か。軽口叩いてんじゃねえグレコ。とんでもねえ速さで上達する敵がゾンビみてえに立ち上がってきやがんな。サーカーあんのか。そうね、再生できなくなるまで細かくふ分けするとかかしら。でも生きているうちに司法解剖などされてはかなわん。次はこちらから行くぞ。騎士氏、申し訳ありませんがご自分の身を守ることに専念を。くそ、住める前に手花をくじいてきやがる。間合いは呼ばれて、いやそもそも体さばきが尋常じゃねえ。まだまだ改良の余地がある。次は範囲を広げてみるか。姫。いや、こうだ。まず一人か。ゾンビの姫などかばわなくてもよかろう。グレイス、しっかりして。残りは3人。俺のレベルアップにもう少し付き合ってくれ。やっとコツをつかみかけてきたところだから。もう一度飛ぶわ。主任スタンツ。機関まだ。なんとかしなきゃ。このままじゃシェフィーさんの足手まといになっちゃう。やむを得ません。皆様からは使用を禁じられておりましたが。やむなし。はい、シェフィーさん下がっててください。みんな何する気？シャドウランページ。
ういうことだ。影の分身を爆発させるたび連中のステータスが NPC に近づいていく。ブルーヌイ上級捜査官から貸与された魔法のかけられたメットの故障か。いや違う、連中の使う技がゲームの安全基準を超えてるってことだ。おい、その影の分身を自爆させる技はもうやめろ。危険すぎる。やだ。ここにロストした人たちの魂が眠ってるなら、私たちの旅もここで終わりなら、もう後のこととか気にしなくていいんですよね。はい、私たちの武器も魔法も通じないというのなら、この命を刃と化すまでのこと、正義のために。子供のくせに正義など。やむをえん。怪我で済むかは分からんが、衝撃波だけでシャドウたちが粉々に。さっきまでの攻撃が全力じゃなかったの？行くぞ。避けられない。下がってみんな。防御魔法。ブシュー。もう体が言うことを聞きません。ですが兄さん。パパたくさんの人たちをお救いするために。まだ立ち上がってくるか。頑丈だな。お互いに改造アバターだけのことはある。やむをえん。手足の一本くらい折らせてもらうしかないか。もうしょっと。あなた様はスライムお姉さん。レアさん？おっすー、シェフィーちゃんにメイデンちゃんたちおひさー。おーおー、ボッコボコじゃねえか。いいざまだな、むっつりメイデンども。カリサ様まで私たちを助けに来てくれたんですか？けっ、別にてめえらなんざどうでもいいんだよ。俺もあいつらもな。あいつらでは他にもどなたかお味方が？味方だ？んなわけあるか。敵だ敵。あいつはブチコロリスト最上位だ。いや、そのワイクでよく粘ったな。おかげでこちらもだいぶ鍛えられた。
化け物が。では例として人思いに首をはねてやる。残念、幻影です。ブチコロリスト殿堂入りだ。あの脳みそドピンクピエロリババアはな。我がある内海ねねかさん。お前が犬と呼んだこの男も我々の一員として寝る間を惜しんで奔走している。一体どちらに正義があるか、そこでよく考えることだな。ああ、緊急ですまない局長、バッドニュースだ。現実認識レベル2以下の元プレイヤーたちに異常が発生している。待て、グルーヌイ。メタモルレグラントが耳をそば立てている。ついに動き出したようですね、ビジョンズエンプレス。さて、私の方もそろそろ。はあ、また戻ってきたのですか、車崎捜査官。あなたの上司のウォーロック局長も今頃状況の把握のためにキリキリ舞いをしているのでは。ええ、分かっています。私が今すべきは八戸上局長をサポートし混乱を収拾することだと。ですがどうしてもあなたに聞きたいことがある。確かめなくてはならないことがある。セブンクラウンズ、メタモルレグナント。かつてのあなたは人の心を理解し模倣するためにレジェンド・オブ・アストルムを開発したと、そう言っていましたね。ええ、それが私の目的。それこそが私の願い。だがたとえどのような目的だったとしても、結果としてあなたたちの作ったゲームによって多くの悲劇が引き起こされた。あなたは一体この状況をどう思っているんだ。解決のため何かするべきだとは思わないのか。質問が情緒的すぎてろくに答える気にもなりませんが、懲役に巻き込まれた者たちや開発の実験台となったその上無意味や雪雨すみかに手をついて謝れとでも。誰かを踏み台にすることを恐れるようならことをなそうなどとは最初から思いません。他のセブンクラウンズたちも程度の差はあれ、それは同じでしょう。それはまるで悪人の思考だ。正義など程遠い。好きに言いなさい。元より正義など立場によってたゆたう曖昧なものでしかありません。それに先ほどからのこの騒ぎ、察するに彼女がビジョンズエンプレスが動き出したようですが、彼女もおそらく己の願いのために
誰かを踏み台にすることを恐れない。一体どれほどのものを犠牲にするつもりかは分かりかねますがね。どうやら時間を無駄にしてしまったようだ。私も局長たちを補佐し、ビジョンズエンプレスによる犠牲者を減らすように努めなくては。ええ、事態に対処するため、この建物にいるほぼ全員が現在それぞれの執務室エリアに集まっているようですね。幸いにも。ならば。照明が。お待たせしてごめんなさい。私。本当に、すっかり肩が凝ってしまいましたよ。私。我が主が2人。ミラーミラー。というのは冗談です。私はその上無意味のような超能力者ではありません。これはただの人形に過ぎない。資料にあった擬態とかいうものですか？惜しいですね。コンセプトは同じですが、廉価版の模倣品ですから、長老製の擬態ほどの精密さはありません。ボディチェックにもかからないほどの擬態があれば、こうして私自らが囚われの身になるようなリスクも避けられたのですが、警戒されずに情報を集めて回ることができたので、よしとしましょう。私、急いで。この体は活動限界を迎えます。ここまで来るのに少し無理をしましたから。執務室に仕掛けたロックもそう長くは持たないでしょう。ええ、ありがとう。私、お勤めご苦労様。まさか最初から囚われることを読んで自らをおとりにし、こうして逃げる準備をしていたと？当然、全ては計算づくですよ。ウォーロックが信用できないのはもちろん、身動きがつかずにビジョンズエンプレスの踏み台になるつもりはありませんから。私が頼るのは私だけ。騎士などいなくてもこんな拘束など問題なく切り抜けてみせます。ですが、私と来ませんか、まさき。本気で言っているのか、メタモル・レグナント？ええ、長いこと縛り上げられて足がしびれてしまったようですし、それに精神の方も少し弱ってしまったようで、こう思ったのです。あちらでのあなたは私にとって信頼のおける騎士でした。もしこちらでもそうあってくれるなら、こんな風に自らをおとりにするような無茶はしないでも済むかもしれないと。それはしかし、私はあなたが悪の道を進むというならば、私はそれを止めなくては。悪の道かは知りません。あなたの言った通り、私の願いは人の心を知ること。それは今でも変わっていませんが、そのための最も有効な手段であるレジェンド・オブ・アストルムが歪んでしまったというなら、私はそれを正常な姿に戻さなくてはならない。その過程でプレイヤーが助かることがあるかもしれませんが、それは目的を叶えようとした過程であって、正義だとか贖罪などではありません。いいですね。それがあなたの答えだというなら、
私はおーい、我が主最高ブレード。車好き捜査か。これほど腕が立つとは思いもしなかったぞ。連絡も取らず申し訳ない八戸上局長ですが、今私の胸には愛と正義が燃え盛っている。我が主と力を合わせこの世界を救うために。その妄言は辞表代わりに受け取っておこう。だが我が剣をしのぐだと。貴様の動きも覚えさせてもらった。次こちらから行くぞ。サチュレイトレイ。おお、ご助力感謝いたします、我が主。はあ、真面目にやりなさい、マサキ。いいえ、それが硬いスーツを脱いだあなたの本当の心なのでしょうね。いきなり出てきてイチャつきやがって。どなたかは存じませんが、お二人の間には確かな絆を感じますわ。あの方たちもギシ様のお友達なのですよね。うつしみねねか。いや、メタモルレグナント。俺の部下をよくもたぶらかしてくれたな。そちらこそよくも手荒な扱いの上、好き勝手を言ってくれましたね。万死に値しますよ。脳を抜き取られなかっただけでも温情だと思え。それにこれ以上邪魔をしないでもらおうか。我々ウォーロックは貴様らの作ったゲームの中から戻れなくなったプレイヤーを救わなくてはならないのだから。そうですか。私にはそうは思えません。こちらでのあなたたちの行動をある程度監視させてもらいましたが、どうやら何か探し物をしていたようですね。ミネルヴァだけでなく、この世界のシステムに関わるものを。さて、もしそうだとして答える義理はあるか。ありませんね。それに聞いても仕方ないことでした。なぜならどのみちここであなたは私に敗れ去るのですから。危うく敗北を喫してしまうところでしたが、まさかカリザ君まで助けに来てくれるとは思わなかったわ。本当にありがとう。だからちげえっつってんだろうが、聞けよ人の話。でも確かネフィーネラさんの話では、ネアさんとカリザ君はバイオレットさんたちを会議のために迎えに行ったまま行方不明になったってことでしたけど。いやー、それがさ、カリザキュンがさ、この世界に幽霊とか魂とか集まるって知ったらさ、ゼンちゃんとアゾスさんを探すんだっつって聞かなくってさ、おかげでバイオレットちゃんと合流できんかったし、
メッセンジャーもなんかエラー出るし、ああもう後で狙う姉ちゃんにマジ起こされちゃうぽ。いえち言わなくていいことベラベラ喋ってんじゃねえよキイロ。ピエン。ま、カリザキューもマジのマジって感じだったし、やっとゼーンちゃんたちの手がかり見つかったってなったらさ、私としてもちょっち止めにくいなみたいな。それにジオニブルヘルのあちこちうろうろしてて、ショタは全然見つからんかったけど、カリザキュンの喧嘩友達とばったりしちってさ。それがネネカさんとマサキさんだったのね。本当に頼もしいわ。メタモルレグナントが局長たちの妨害に来ているとはな。どうやら一刻も早くお前たちを片付けなくてはならんようだ。来やがれゴリラ山。んだこいつ、アバター改造してやがんのか。油断禁物。マッチョとか趣味じゃねえけど、まあ頑張るか。邪魔をするな。はいダメ。スライムの盾だと打撃が飲み込まれる。威力ガチヤバだけど、そもそもパンチとかキックとか効かねえんだわあたし。ネアさんすごい。普段ろくなことしねえてめえのネバネバもたまにゃ役に立つじゃねえか。なんてパンチのショック抑えんのガチしんどかったり。でもまあ気張らんとな。おーいキシキュンシスターズのみんな、守りはお姉ちゃんに任せて気張ってこうか。でもアルターメイデンのみんな、さっきみたいな自爆技はもうダメよ。でもシェフィーさん、私たちの力じゃあの鎧を破ることができなくて。いいえリアさん、私たちもこれまでの旅で少しは成長をしているはずです。難攻不落な敵を打ち破るには、シェフィー様、足止めをお願いできますか。何か考えがあるのね。分かったわ。倒すことはできなくても凍らせることだけに全力を尽くせば。行ってアイスシュベート。足と地面を氷で固められたか。だがこれくらいで。よくわかんねえけど手貸してやんぜむっつりメイデ。腕の一本くらい止めてやありがとうございますカリザ様。リリちゃん、次は。はい、次は一致団結、天敵戦績、装甲の薄い一点を狙って同時攻撃です。そっか、私たちの力を一箇所に集中してぶつければ。せーの、やー。
行くよ、二人とも。はい、シャドウスプリット。シャドウたちも含め一致団結、天敵戦績です。みんなすごいわ。はい、今のは手応えがありました。決めたじゃねえか、むっつりメイデ。それにプレシアっつったか。てめえアゾールドの娘だけあってなかなかやるじゃねえか。どうも。アゾールド上級捜査官の娘さんだと。懲役で意識不明とは聞いていたが。あの鎧の人、なんだか様子が。はあ、このゴリさんアゾスさんの部下か。てか弟子みたいな。そら悪のオーラは出んよな。てか仕事オツって感じだわ。まだだ。まさかこんな偶然があるとは。だが俺はたとえアゾールド上級捜査官のお子さんが相手でも任務を、正義を。貴様。おうおう、よっぽど今の攻撃が答えたみたいじゃねえか。なら俺が今とどめをくれてやら解析完了。これって動けないっていうか。力が吸い取られるようだ。お気に召していただけたかな。対プリンセスフォーム用の試作品だ。特艦で組んだプログラムだが、動きを抑えることはできているようだね。このくらいじゃ終わらないよ。ああ、行くぞ。アストラル。ほう。光よ、風よ、炎よ。いけブラボー。やったエクセレント、アクライアブ。まさか強化フォルムからのニューフォルムにチェンジするとは。ちょっとやりすぎちゃったかも。まあ3人がかりだったしね。アストラル、精霊の力を借りた強化と推測するが、
これもまた私の知るレジェンド・オブ・アストルムにはない代物だ。いや待てよ、むしろ旧レジェンド・オブ・アストルムのシステムを進化したものと見るべきか。実に興味深い。だが使用難易度は恐ろしく高そうだ。各属性へ特化したことによる火力向上は目を見張るものがあるが、ただし機動性と瞬発力はプリンセスフォームに軍配が上がるかな。しかし使い分ければ今回のように柔軟な対応が可能になると。すごいブツブツ言ってる。打ちどころが悪かったのかもしれないね。やっぱりやりすぎちゃったかも。いやはや堪能させていただいた。まさかこんな切り札を隠し持っていようとは。さすがはトゥインクルウィッシュ、恐るべしトゥインクルウィッシュ。どうも。まだ続けるならもっと見せてあげるけど。いやいや興味はあるが、こちらはもう戦えない。リタイア寸前だ。しかし多少は消耗したけれど、こんなもので倒せるとでも思うわけがない。しかしこの後の布石はすでに打たせてもらったのでね、任務失敗は尺だが、この辺りで失礼させてもらう。逃げる気ですか？ああ、そうとも。卑怯とは言わないでくれ。仲間を拾わなくてはいけないのでね。転移しちゃった。手強い人だったね。ああ、それに仕掛けというのも気になるところだが。今は騎士君たちのところへ行こう。みんな無事だといいけど。ミラーミラー、スパークルミラー、イリュージョンミラー、ディメンションミラー。魔法による分身、幻影、目くらまし、光の屈折だけでなく空間まで歪曲するとはな。これがセブンクラウンズか。だが分身など全て切り伏せれば事足りる。ネネカ様という方、他に被験するもののないほど熟達した魔法使いとお見受けします。あの方と正樹様の絆ならば八神様を打ち倒すことも。ですがフレイスもサツキも深く傷つけられたというのに、私は見ているだけで、いえ、皆様の足手まといになるわけには。失礼。八戸神局長、戦いの中で確かに成長しているようですが、あなたが3人分の私の攻撃をさばけるほどにレベルアップしても、私は5人がかりとなってあなたを撃つ。5人をさばくなら7人で、7人をさばくなら10人で、10人をさばくなら15人で、いくらでも先を行って差し上げます。それにプレイヤーの成長曲線が先に行くほど伸びが悪くなる。すでに正樹すら単独ではかなわないようですし、頭打ちも近いでしょう。
その強力な再生術もあまり気軽に使えるものではないとお見受けします。どうか賢明なご判断を、局長。ああ、まったくヘドが出そうだ。これだからセブンクラウンズという連中は。俺もかつてほんの少しだけ再構築前のレジェンド・オブ・アストルムをプレイしたことがある。感想はグルーヌイのように言えばクソゲーだ。話にならん。ものの数時間で見限ったわ。革新的な遊戯についていけない中年男性のひがみですか？開発者として一応理由を聞いてあげましょうか。簡単な理由だ。貴様らの存在が気に食わんのだよ。セブンクラウンズ、チートを付与された特殊アバターにプリンセスナイトという固有ジョブ、さらに一般人の持ちようのないアイテムや裏知識、コネクションなど、それらを駆使して他プレイヤーを陥れるのだから、悪辣にも程がある。俺に言わせればそんなものはゲームでも何でもない。お前らが気持ちよくなるための見せ物小屋のようなものだろう。確かに VR の技術は革新的だが、引き寄せられたプレイヤーはいわば貴様らの生贄だ。しかも懲役まで受けた者は哀れを通り越して笑えてくるな。貴重なご意見感謝します。ミネルヴァの目覚めによって我々としても事情が変わったことは補足させてもらいますが。ですが局長、持つ者が持たざる者を搾取するのは現実でも同じことならば、力だけでなく慈悲を持つ者に道を切り開いていただくことで、そこに続く持たざる者は安寧を得られる。この混沌の時代においてそれこそが正義なのではないかと。お前の仕えるその女がそんな王道にふさわしいと笑わせる。ではそんな不愉快な世界からはお引き取りを。ウォーロック。ファストリジェナも先ほどので打ち止め。これが最後の勝負になるな。ひざまずきなさい、ディルナ・ノーグ。踏み込んできた。だが我が主は必ず守る。デカダントライト、アジャスト。守るだとバカめ。お前の後ろのそれはただの分身だろうが。だとしてもだ。裏切り者の身で正義を語る車崎正樹、まずはお前からだ。いけません正樹。サチュレイトレイ。そこか。ティルナ・ノーグ。失敗しました。本体の場所を晒すなど
メタモルレグナントとしてあるまじき我が主、なぜ私などのために。さあ、なぜでしょう。本当に理解しがたいですね。心というのは。まだ体は動ける。であれば次は。邪魔者どもは片付いた。さあ、プリンセス・バイオレット、渡してもらおうか。黒曜宮の鍵を。モサクジ・アキラのプリンセスナイトか。貴様を片付ける力くらいまだ残っているぞ。バイオレット、お前さ、悪いやつに凄まれたら怖くてもちゃんと殴り返さなくっちゃダメだぞ。仲間がいない時だってあるんだし、最後に自分を守るのは自分しかいないんだからな。頭を張るなら逆恨みを食うなんざ日常茶飯事。それでもいざって時は他人を吊るさなくちゃなんねえのが王ってもんだ。その気構えがなきゃ王家の装備だって答えちゃくれねえよ。私はいつもためらってばかり、恐れてばかり、自分のことばかりですが、それも今日この日まで勇気を、立ち向かう勇気を、そしてキス様、どうかお力を。命乞いなら聞かんが。いいえ、そのつもりはありません。王家の装備。王として祀ろわぬ者を傷つける勇気を。そうか。ではアケディア、ユック、ブルッブ、ブシュブーズル。腕が動かん。体がいいてつけ。これは霊気。いや違う。分子運動の低速か。怠惰化か。最後の警告です。お下がりなさい。さもなくばこの世界の姫としてここでお命を頂戴いたします。こんな小娘に幸福か死かと脅されるとは。俺も焼きが回ったものだな。だが
そんな付け焼き場の覚悟に屈するわけにはいかん。王家の装備とやらは厄介だが、この娘はまだ戦いの経験が浅い。ならば今のうちに。こんなやつお姫が手汚すまでもねえよ。さつき、貴様、戦える負傷ではなかったはずだが。てやんねえ、鬼の神丹なめんじゃねえよ。臆病者のお姫がシャンとしたんだ。気合の一つも入れなきゃそれこそ怠け者だろうが。なあグレコーよ、来い、俺ごとやれ。ええ、サツキ、それがあなたのけじめなのね。グレイテストスラスト。くっそ、メタモルレグナントさえ邪魔をしなければ。かろうじて与物平坂の淵に指がかかっているだけです。それでも驚嘆すべきですが。局長、なぜそこまで。この者らに任せてもロストしたプレイヤーは必ず戻ります。私が保証します。ですから。貴様には分からんだろうな、車崎捜査官。正義のためだ。持つ者と持たざる者、この不平等極まりない世界において格差こそが争いを生む。それを鳴らすことが不可能なら正義など絵空事だと思っていた。だが今この世界にはあまねく正義を可能にするシステムが生まれた。だからこそ俺は。システム？まさか八戸上局長、まさかそれは再構築後のこの世界にかかっている魔法認識の。お取り込みのところすまない局長。グルーヌイ、申し訳ないですが、私もロランドも任務失敗だ。口惜しくはありますが、ここは出直しと行くべきかと。ロランドはもう避難させています。ここはプラン B に切り替えを提案します。好きにしろ。ではいずれまた会おう。セブンクラウンズ、そしてモサクジアキラのプリンセスナイト。俺は必ずこの世界に正義をもたらす。危ないところでした。ミイラ取りがミイラになってしまうかと。あんな抵抗するミイラはさすがにいませんよ。ジオニブルヘルにも。グレイス、サツキは気絶しているだけです。あなたほどではありませんが、頑丈なので、サツキも。それよりよく頑張ったわね、スミレ。あなたのシュバリエであることを私は誇りに思うわ。あ
りがとうグレイス。でもキス様のおかげよ。キス様が私に勇気をくださったから。シェフィー氏たちやユイ氏たちのことも気がかりですが、ヤトガミに通信をした者の言葉では、あちらも相手を退けたようですね。はい、お任せくださいキス様。この黒曜宮の底に囚われてしまっている皆様の魂を解放いたしましょう。夕焼けがこぼれて日に染まる。暗くなる前に一休みしよう。胸躍る冒険の寄り道。目指す理由は皆それぞれにある。どんなに変わる世界でも変わらないものはあるから。離れて交わって繰り返して、悲しみ喜びそしておやすみなさい。食べなき語らい僕ら夢を見てる。あてとないほ気持ちいつか交わるとき。手と手と手を合わせましょう。一緒に。はーい、お疲れ様。まったくもう。ウォーロックのやつらいい年こいてゲームの中に入って暴れるとかさ。おっさんの冷や水してんじゃねえってのよね。てか、あんたらもどうにか追い詰めたってのにあっさり逃げられてんじゃねえっての。ちゃんととどめ刺しときなさいよね、もう。本当にさ、あんたらと来たらいっつもアマちゃんなんだからって言いたいとこだけど、ま、今日のところは褒めて使わすわ。トゥインクルウィッシュの連中をいいタイミングで送り込んでやったあたしの手柄をね。貸しはまあそのうち必ず返してもらうけど。そうね、ジオニブルヘルのお姫様、虚芸城で王家の装備使った時はスミレみたいな顔色になっちゃって、多分あれが王家の装備なしのデフォの彼女なんでしょうけど、今回はそういうこともなかったみたいだし、どうにか使いこなせたっぽいわね、アケディア。おっかなびっくりじゃなくて勇気を出せたから。あんたのおかげで。始まったわ、鈍感ムーブ。もう私知らねえ。とにかくウォーロックはやっつけて黒曜宮は取り返して、ジオニブルヘルでの戦いもこれにておしまい。シェフィーちゃんのお兄たんとかブレシアちゃんのパパさんとか
たくさんのロストしちゃってた人たちの魂が眠りから覚めて、めでたしめでたしね。はあ。いやかったりいことにさ、そううまくはいかないっぽいんだわ、これが。ああ、黒曜宮の最深部にある制御室、現室はバイオレット姫がゲットした鍵でコントロールできるけど、ウォーロックのやつらその邪魔する仕掛けを残してたっぽくて、連中が先回りしたアドバンテージで置いといた保険ってわけね。メタモルレグナントが解除しようとしてるけど、だいぶ時間かかるっぽいわ。メタモルレグナントだってこれっぽっちも信用していいやつじゃねえけど、鳥も鍵がなきゃ、バイオレット姫の同意がなきゃ現実には手出しできねえし、多分問題ないんじゃねって思うけど。あ？何？私を褒めたたえるとか？そうね。あんたとしちゃまあそうなるか。今の冒険はロストしたプレイヤーたちを探して助けるのが目的だったけど、その途中で会って世話になった人たちがいて、そいつらが世界の真実知らねえんだもんね。この先うまくいったとしてみんなでログアウトとかなったとしたら、向こうだってパニクるでしょうね、そりゃ。はあ、私としちゃ全然おすすめとかできねえけど、あんたがしたいなら好きにしたら。中立で平等だし、あたし。はっ、ウォーロックをやっつけるのはあたしのためっつったっしょ。あんたと仲良しこよしなんざしねえっての、バカ。はいはい、じゃあ言ってら。時間あるからってあんま言いふらして回んじゃないわよ。はあ、中立で平等、そういうことにしとかないとだるいっしょ。だって最後には消える決まりだからね、私。帰るんだ。私はランドソルにおい、あんたどうした、いきなり気絶してる？くそ、なんだよ数学テストって。俺はナイトメアの隊員として王宮を守るのが仕事だってのに。はあ、だよな。俺だって依頼をたくさんこなして自分のギルドをもっともっと大きくしたいのに。ランドソルに帰りたい。ちょっとそこの男子たち、テスト中におしゃべりしてんじゃないっての。ってちょっとネタ振りなんてやめなさいよ。ランドソルに帰りたい。ランドソルに帰りたい。
空に帰りたい。始まってしまったようです。アキラ様やお父様が恐れていた事態が。ちょっとコロスケ、何が起きてるっての？私ミミも携帯も持ってないんだから説明ちゃんとしなさいよ。かすみちゃんの分類のカテゴリーレッド。現実に戻ってもレジェンド・オブ・アストルムを本当の世界だと思ったままの人たちがどんどん気絶しちゃってるってことでしょうか。はい、まるでレジェンド・オブ・アストルムにダイブした際のように、それが地球上のあらゆる場所で同様の現象が発生している模様です。はあ？でもだって認識の修正受けたままじゃ耳の使い方なんかわかんないでしょ。そりゃ全員が全員とは言わないけど。はい、それに日本でもアストライア王国でも他の国でも耳は政府が回収してる最中のはずですよね。なのに世界中でそんなことが起きるなんてどうして？にわかには信じがたいことですが、アキラ様のお話ではセブンクラウンズの最後の一人、ビジョンズ・エンプレス、レジェンド・オブ・アストルムの開発と並行して彼女は独自にとある粒子を開発していたそうなのです。はい、その粒子は通常では無害ですが強い脳波に反応して集合し、一定以上集まるとナノマシンのような機能を持つとのことでした。脳波に反応する粒子って何それ？とんでももいいところじゃない。っていやまあ、あんたの乗ってきた空飛ぶバイクやそもそも耳だってよくよく考えてみたらとんでもない技術なんだけど。セブンクラウンズだけあって現実の方でもヤバいみたいですね。それにナノマシンって確か医療とかで使われるすごい小さい機械でしたっけ？ナノマシンってのが耳と似たような機能を持ってて、あっちの世界に帰りたいって強く思ったプレイヤーをダイブさせちゃってるってこと？待ってくださいケルちゃん、それは無理なはずですよ。だって私たちが旧ウィズダムの開発本部を目指す理由って。国際警察に封鎖されたレジェンド・オブ・アストルムのログインサーバーをリセットするためでございます。さもなくばあの世界にリダイブすることは叶いません。ああ、そうだったわね。じゃあ昏睡しちゃった連中はどうなるの？ほっといたらそのうち目を覚ますとか？そうなれば良いのですが、魂だけがログインサーバーの手前で立ち往生という可能性の方が高いと考えられます。その場合ロストした人たち同様にずっと昏睡から目覚めないってことですか？あれ？おかしくないですか？ビジョンズ・エンプレスが今のレジェンド・オブ・アストルムはログインできない状態だってことを知らないとは思えません。でもそれならビジョンズ・エンプレスの目的は一体何でしょう？やばい粒子をまいてみんなを昏睡させて何がしたいんでしょう？確かに。ひょっとしたら元プレイヤーの集団昏睡は何か他の目的を達成するための副作用みたいなものなのかもね。ふむ、アキラ様やお父様ならばビジョンズ・エンプレスの真の狙いに心当たりがあるかもしれませんが、国際警察に傍受される危険を考えると迂闊な長距離通信はできません。こっからしばらくアキラたちの手は借りられないってことね。でも
私らだけで大丈夫かしら。道案内は私に任せてください。前に公務兼スポンサー特権で開発室を見学させてもらったことありますし。ログインサーバーへのアクセスは私にお任せを。これでも最低限の手ほどきは受けておりますので。そして何よりもお父様が国際警察に対するおとりを務めてくださいますので。ですかこの場所は。あっちもこっちもゾンビばっかり。無礼ですよ、あっちへ行きなさい。りゃ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 。小鳥さん大丈夫？待っててね、今下ろしてあげるから。はい。喋れる力が残っててよかった。よいしょっと。君はおとなしい子なんだね。えらいえらい。大丈夫？どこか怪我してない？炎がよく効いていたみたいで、なんとか。通りすがりの見知らぬ方、感謝します。名を聞かせてください。私は日和だよ。君は喋れるみたいだけど、魔物やオウムとかじゃないよね。オウムじゃないです。私はジオゲヘナのシックスカラミティが一柱、廉価の鳳凰。これでもとっても強くて気高い存在なんです。頭が高いですよ。はは廉価の鳳凰ちゃんはジオゲヘナから来たの？でもここジオニブルヘルだよ。そうなんですか？道理で全然景色が違うとは。って待ってください。つまり私いつの間にかゲートを通ってたってことですか？ジオゲヘナで魔物に追われて必死に逃げてたはずが、どうしてこんなことに。そっか。ねえホウホウちゃん、よかったら私と一緒にこの辺りを回ってみない？もしかしたらゲートも見つかるかも。いいんですか？っていうかホウホウちゃんって誰ですか？実は私もこの世界に来たばっかりで、辺りを調べてるところなんだ。それに困った時はお互い様々だよ。ひよりさん、そういうことなら良いでしょう。あなたに同行する栄誉を与えます。見つかりません。もうずっと探し回ってるのに、ゲートなんてあるんでしょうか。このまま帰れなかったら私もゾンビに。輪廻転生を司る私が腐った死体になっちゃうなんて、そんな。ゲートは私が絶対見つけてあげるから大丈夫だよ、ホウホウちゃん。そうだ、気分転換に何かおしゃべりしない？ひよりさん。それではちょっとだけ聞いてもらってもいいですか？私の治めるジオゲヘナは弱肉強食。いくら偉大で高貴な私といえど、一人ではどうにもならないことも多々あります。
その上特に優しくしてくださった方は先日旅に出てしまわれました。他の方も私の世話をよくしてくれてはいるのですが、それでも時々恋しくなってしまうのです。思えばあの方は本当に良い働きをしてくれました。そっか。ほうほうちゃんにとってその人は本当に親切でいい人だったんだね。私の知り合いにもそういう人がいるんだ。だからほうほうちゃんの気持ちもわかるよ。でもきっと大丈夫。その人は絶対またほうほうちゃんに会いに来てくれるから、私が保証する。それに私も友達としてほうほうちゃんの力になりたいな。だから元気出してね。ひよりさん、名前は間違ってますけど、なんて心優しい方でしょう。そんなあなたには特別に私の信徒になる権利と、さらに大サービスでほうちゃんと呼ぶ権利を。助けてくれ。この声は。待ってください。ゾンビの群れに襲われちゃってる。待ってね、今助けるから。ひよりさん一人じゃ危険です。こうなったら私も。私今小鳥なんでした。それになんだかゾンビが私の方に流れてきてるような。どうして私ばっかり。ほうほうちゃん、私のことは気にしないでください。とはいえ今の力じゃ小さな火の粉を出すのが精一杯。もっと心力があれば。じゃあ私に何かできることはある？そうだ、祈りです。祈ってください、ひよりさん。そうしたら力が湧いてなんとかなるかもしれません。多分。わかった。祈り。ほうほうちゃんが力を取り戻してもっと強くなれますように。岸君みたいに。ひよりさんのまっすぐな思いが熱い信仰のように私の力になります。本物の信徒というわけではありませんが、これなら。よこしまなる者たちよ、恐れなさい。この聖なる炎で一人残らず浄化して差し上げます。助かりました。頭を上げてください。それよりどうしてこんなところに一人でいたのですか？この辺りは村などもないようですが。実はこの辺り時々不思議な空間が開くって噂があるんです。それで気になって村を飛び出してきたんですけど、何の準備もしてなかったんであんな感じに。時々開く不思議な空間？それってもしかしてゲート？おや、もしかしてあなたたちもご興味がありますか？でしたら今日のお礼にこのメモをどうぞ。噂の空間が出る場所を書いておいたんです。ゾンビさん、じゃあお言葉に甘えて受け取るね。本当にありがとう。噂の場所はここかなって。見て、ほうほうちゃん、ゲートがあるよ。なんという幸運でしょう。
これでジオゲヘナに帰れるんですね。よかった。日和さん、今回は本当にありがとうございました。道中はもちろん、日和さんがあの方を助けようとしなければ、こうして手がかりを得ることもできなかったでしょう。それもこれもあなたのまっすぐで純粋な心のおかげです。なのでいかがでしょう。あなたさえ良ければぜひ私の信徒になっていただけると。待ってほほちゃん、このゲート年かかってるかも。そんなとにかく日和さん、この恩は必ずどこかでお返しします。だから閉じるゲートに服が挟まっちゃう。おいちょっとほほちゃん、笑顔になってよかった。でもさっき何を言いかけてたんだろう。ってゆいちゃんたちと別行動してたんだった。早く合流しなきゃ。待っててね岸くん、絶対に追いついてみせるから。やっと帰ってくれた。それにしても日和さんと言いましたか。あのまっすぐな心根、見返りを求めない献身ぶり、彼女ほど信徒にふさわしい人はそうそういません。ですからまた会えるといいな。